今回は変態寿司について話をしようと思う。最初に変態寿司とは何者か、それを理解していただきたい。 OK。 誤解を恐れず言うと、今までにない奇抜なお寿司、それが変態寿司なのである。古くは卵きゅうりなども変態寿司であった。最近ではエビアボカドがそれに当たるだろう。しかしそれらのお寿司は時とともに受け入れられ、今や定番と言われるお寿司に生まれ変わったのである。変態寿司というネーミングは何ともならなかったの？今回はスシローに出向いて変態寿司の調査をしてきた。グランドメニューの中から選んで我慢して食べてきたのだ。心の声が漏れてませんか？忖度なしの食レポで敵を作る回転寿司専門チャンネルです。普段は最新のお寿司情報をいち早くお届けしています。チャンネル登録してくれたらガリ食って喜びます。下手したらできん。まずはサーモンバジルモッツァレラ。特筆すべき点は大きく切られたモッツァレラチーズ。多くの人がこう思うだろう。もうサーモンいらなくねと。確かにまだ魚を使ってるだけマシなのである。おそらくまだ変態を2回残していると思う。フリーザ様かな。でもこの程度ならよく見かけるレベルですわよ。分かってない。君は何も分かっていない。このお寿司の名前を思い出してほしい。サーモンバジルモッツァレラ。なんとも恐ろしいことに日本語が一言も使われていないんだ。言いがかりじゃないかな。続いてはチャーシュー軍艦。肉野菜を使ったお寿司は陸上寿司に分類される。このお寿司は陸上寿司の特徴が顕著に現れている。チャーシューはラーメンの副産物だろうか。チャーハンにもチャーシューが入ってるから美味しいかもよ。それが全くもってそうではない。そうではないのだよ。チャーシューと酢飯が口の中で永遠に分離したまま、まだこれが薄く切られたチャーシューならばよかったのだろうが、ラーメンのチャーシューあるからお寿司にしようかという発想のもと生まれたお寿司なのではないだろうか。そういう発声の仕方もあるんですね。さあ準備体操はここまで。注意しないと持っていかれるぞ。丸ごとハンバーグ握りだ。今や100円寿司では定番では。しかしこのハンバーグ寿司は Twitter（X ではジェンガとかカービィとか石室と一時期話題になった見た目。ネタ一つに対して酢飯が2つというこれまでの常識を覆す一品。当然2つに割って食べようとするのだが、ここでまた昨今問題になってる事態が発生するのだ。酢飯いらなくね問題である。それは一体？ネタの主張が強すぎてもはやお寿司としての定をなしていない。天ぷら、フライ、陸上寿司など主に変態寿司によく見られる酢飯がないお寿司の登場も時間の問題だろう。それはただの一品料理では。このお寿司を見てもまだそんなことが言えるだろうか。楽しいお寿司動画。オムライ寿司だ。一見奇抜そうに見えるけど卵のお寿司があるからいいんじゃないの？実はこの卵の中はひき肉が入っているんだ。オムライスではなくオムレツなのだ。そこで思い出してほしい。このお寿司はオムライ寿司ということを本来ならばオムレツ寿司にならなければならないのだ。ふむふむ。このお寿司は酢飯をライスとして認識している。つまりのこと、これが酢飯がないお寿司なのである。頭固いって言われない？続いてはうずらフライ軍艦。酢飯に合うネタは？ネタの大きさは？食材の旬は？と多くの寿司職人は試行錯誤しただろう。しかしこのお寿司を見てほしい。ただそこにうずらフライがあるのだ。味、見た目など全く考慮していない。うずらフライをただそこに置きたい。それだけの願望を具現化したお寿司なのである。違和感しかなくて草。100歩譲ってうずらフライが酢飯に合えばと思う。しかしそんな情報も退ける。なぜならば酢飯をうずらフライと同時に食べるのはほぼ不可能だからだ。もはや悪魔の寿司と言っても過言ではないだろう。その悪魔の要素をさらに強化したのがこれ。タコさんウインナー包み。さすがの私も引きますが、これは運動会でママが作ってくれたタコさんウインナー。言うほど美味しくないがごちそうだった。いくらお金を積んでも戻らない幼少期の思い出だ。おっと危ない。精神攻撃も仕掛けてくる。それが変態寿司。お薬増やしておきますか？もうお気づきかもしれないが、寿司といったもん勝ちなのだ。寿司といえば寿司になるという結末でしたとさ。なんじゃそのオチは。最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。おしまい。